それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、職場でのあなたの存在について見ていきます。あなたは職場ではどんな存在なのか、そして噂はあるのか、またあなたはどんな評価を得ているのか、そして職場でのあなたの存在感というのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では見ていきましょう。タロットを出してオラクルカードと組み合わせていきながら見ていこうと思います。まずはあなたはどんな存在なのか、タロットで見ていきます。今回は少しずつ出していきながら見ていこうと思います。タロット1枚ずつ組み合わせていきます。まずはあなたはどんな人っていうところで1枚出していきましょう。あなたはどんな存在、そして噂ありますかっていうところも加えて出していきます。あなたはどんな存在ですか？ワンドのエース、エネルギー、すごく情熱的とか、あと噂も見ていきます。噂は一旦閉じておいてこちらに置いていきます。そして続けてあなたの社内での評判、社内お仕事上での評判としてはどうかなってことで、どんな評価をいただいているのか、こちらで1枚出していきます。そしてアドバイスカード1枚出していきます。ここは切っていきます。エネルギーっていうカードが出ているので、すごくエネルギッシュな方っていうのが入ってきますね。なんかこう力強さとか熱い人とかね、情熱的とかそういうのが入ってきます。あと前向きとか、ワンドのエースなので新しいことに挑戦したいとか、モチベーションを高めてくれる人ってそういうのも入ってきます。アドバイスカード1枚こちらに置いていきます。ではここで見ていきましょう。まずはこのオラクルカード、そしてトランプからあなたが会社または職場とかあなたがお仕事するにあたってどんな存在として周りにどんな影響を与えているのかっていうのを見ていきます。それはこのエネルギーというワンドのエースのカードと、こちらですね、トランプは12です。この12っていう数字をラッキーナンバーとして捉えてください。あとコミットメントのカードが入っています。取り組むことですね。そしてあとはこの3枚からあなたの存在を見ていくと、あなたは豊かさを分かち合う人と周りから注目を浴びているみたいです。あなたは職場の中で安心できる存在、周りの人をさりげなくサポートし、温かい雰囲気を作り出す力があります。どっしりと安定したその姿に自然と人が集まってきます。あなたがいるとみんなが安心して頑張れるのです。そしてあなたは職場の人間関係を大切にし、信頼の絆を育むことができる、そんな素晴らしい存在です。日頃から周りの人、同僚や上司とのコミュニケーションを大切にしているあなた。時には意見の食い違いや連絡が途絶えてしまうことがあっても、あなたは相手への配慮を忘れず関係性を大切にしています。それはあなたが心から人とのつながりを大切にしているからです。自分の意見を正直に伝え、相手のことも理解しようと努力する、そんなあなたの誠実な姿勢は職場の人たちに安心感を与え、あなたの周りには自然と人が集まってくるでしょう。あなたは職場で誰もが安心して本音を話せる場所を作れる、そんなかけがえのない存在なのです。はい、安心と信頼と情熱、それがあなたのもたらす、周囲にもたらす影響や存在です。ではあなたはその噂、もし立てられているとしたら、それはどんな噂なのっていう風に1枚見てみましょう。これはディスクのキング、ペンタクルのキングのカードですね。これパワー、エネルギーとパワーっていうカードが入ってます。パワーのカードですね。であとはジプシーカードです。ジプシーカードはこれは猫のカードですね。猫は本音を隠すっていうのがこのカードのテーマなんですね。加えてここにペンタクルのキングが出てくるので、本音が見えづらい、だけど本当は誠実で優しい人とか頼れる存在っていう風に、そんな噂になってるんじゃないかなと思います。本音を隠すというこのカード、もしかしたら職場であの人、あなたですね、何を考えてるのか少し分かりにくいなとか、ちょっと本音を隠しているのかなと噂されているかもしれません。
また親しくない間柄の人にとっては少しとっつきにくいと思われている可能性もあるかも。でもそれはあなたの慎重さや思慮深さがそう見えているのです。本当はあなたはとても気遣いのできる優しい人。あなたの本当の優しさに気がついている人は、実はすごく面倒見がいいんだよとか、最初はとっつきにくいと思っていたけど話してみるとすごくいい人というふうに、いい意味でギャップに驚いていると思います。もし心当たりがあるんだったら、もう少しだけオープンにあなたの温かい側面を見せてあげると、周りとの距離がぐっと縮まっていくでしょう。本音が見えづらいなっていうこと。でも仲良くなるとまた違う側面が見えて、初対面の時に感じていたイメージと違いますっていうふうに言われたりするかもしれません。では続いて、職場でのあなたの評判評価っていうところでどんな評価をいただいているのかっていうのを見ていきましょう。それはこちらのタロットとブレッシングオブラブのカードから見ていきます。まずタロット、ソードの3番っていうカード、痛みに寄り添える優しい人ですね。ソードの3番っていうのは心が痛むっていうことを表すんです。悲しみとかそれに寄り添う、評判なので、そして評価なので、あとは進展するっていうねカードも入っています。これは頼れる推進役、ぐんぐん引っ張ってくれる存在として映っている可能性が高いです。そして心に寄り添ってくれるっていうのがちゃんとしっかりと入っていますね。このように見ていくと、情熱的でリーダーシップがあり、少しとっつきにくいっていうふうに思う時もあるけど、でもしっかりと向き合ってくれる。そして向き合った先にはあなたの信頼性の高さっていうのが見える。そして傷ついた心に寄り添ってくれるっていうのがあるので、分かりやすく言うんだったら、職場で部下が休みました。その時にあなたは、その休みが続くようだったら体調管理しっかりしてねみたいなことを釘刺すようなことを言うかもしれない。仕事上立場的にだけど、その後に優しい言葉をかけてねぎらってくれるとか気遣ってくれる。昨日体調悪かったよね、今日早く帰れるように頑張ろうみたいな形で励ましてくれたりとか、そういうフォローができる人だと思うんですね。そしてぐんぐん引っ張ってくれる頼もしい存在。この進展のカードっていうのが、心の強さ、前向き、障害を乗り越えるっていうキーワードがあります。あなたは職場で物事をぐんぐん前に進めることができる、とても頼りになる存在。もし今停滞しているプロジェクトやなかなか解決しない問題があっても、あなたの心の強さと前向きな姿勢がそれを動かす原動力になっています。どんな困難な状態でも諦めずに立ち向かうあなたの姿に、周りの人はこの人なら大丈夫という安心感を持つでしょう。きっと職場の皆さんはあなたのことを、あの人がいると仕事がスムーズに進む、どんな障害も一緒に乗り越えてくれると高く評価しているでしょう。あなたは職場の未来を切り開く推進役としていなくてはならない存在です。この推進、進展っていうカードがね教えてきてくれています。そしてアドバイスカード1枚もらっていきましょう。このカード、カップのプリンスのカードですね。つまりはカップのナイトのカードですね。優しい気持ち、少しだけ見せるとか寄り添うとか、もともとできているので、そのままのあなたでいいと思います。あとはちょっと意識的にその傷ついているなとか落ち込んでいるなっていう仲間に声をかけてみる。それをアクションにちゃんと起こす。ナイトのカードは行動に移していくカードなので、あなたの優しさを見せるっていうことですね。意識的に見せていくといいのかなと思います。足りないわけではない。もっともっと見せていくと、もっともっとあなたの温かい、もともと持ってらっしゃる気持ち、優しさが伝わりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そして分かりづらいなと思っていたことも、すごく分かりやすく伝わっていくんじゃないかなと思います。このカップのナイト、すごくいいですね。あなたが伝えていくんだよって、あなたの気持ち、なんか自分の気持ち分かってもらえなくても仕事がスムーズに進むんだったらそれでいいやっていうふうに思っているところもあったかもしれない。でもそうじゃなくて、私はこういうこと考えてるんだよっていう自分の気持ちを見せること、心を開いて相手と向き合うこと、それができるようになると、もっとあなたの評価が上がっていくよって、決してできないっていう風に言ってるんじゃないんですよ。そういう力を持ってるから、それを使わないともったいないよっていう風に言ってるんですよね。なので自分の潜在能力ですよ、それを開いていくことがすごく大切っていうことですね。そしてラッキーカラーがこちらの緑です。
ラッキーナンバーは12番。そして選択肢からメッセージをもらっていきましょう。あなたはなくてはならない存在として見られているので、いなくなっては困るっていうふうに思われていると思います。選択肢のメッセージは、これは心の声です。心の声を聞いて新しい自分を咲かせていきましょう。カードのキーワードは行動、自己成長、自己肯定、心の声と愛です。あなたは今何かを待っているかもしれません。ですが、ただ待つだけではもったいないです。あなたの心の中には素晴らしいパワーが秘められています。それは自分自身を輝かせて望む未来を作り出す力です。私はこうなりたい、こんなことをしてみたい、そんな心の声に耳を傾けてみましょう。小さなことでもいいのです。例えば、新しい仕事に挑戦してみる、同僚に感謝の気持ちを伝えてみる、休憩時間に好きな本を読んでみるなど、あなたが自分の情熱に正直に行動することで、職場の存在感もぐっと増していきます。あなたの愛と自信が周りにもポジティブな影響を与えて、素晴らしい自己成長へとつながっていくでしょう。あなたはあなた自身の人生のクリエイターです。はい、自分の心の声、それを見せることっていうのが非常にあなたの才能開花につながっていくよっていう、そういうポジティブなメッセージが強く出てきていましたね。その持て余してるエネルギーもったいないよって、うまく使っていこうっていう風に、もう使えるだけ使っちゃおうみたいな、多分あなたが思っている以上にあなたの明るいエネルギーっていうのが漏れてってるんですよね。それがもったいないっていう風に今伝わってきてて、そのもったいないエネルギーをしっかりと全部使えるようになると、もっとあなたの社会的な地位が上がったりとか、キャリアアップだったりとか、それが収入につながってきたりとか、周りともっと仲良くなれるとか、あなたにとっての素晴らしい結果が返ってくると思います。そのたくさんエネルギーがありすぎていて、端っこに漏れていってしまっているような、そういうイメージがね、こう今絵柄として頭に入ってきていて、それをね、あなたが一つずつ一つずつこっちこっちっていう風にね、軌道修正して、私のこれから向かっていく先のこの道の中に漏れていった光、あなたのエネルギーを抑えて整えていって、さあこの道にどんどん進んでくださいっていう風に、そんな風に心を整えると、すごく良いエネルギーとして周りにポジティブな影響をもっと広げていけるんじゃないかなっていう風に、そのように感じました。はい、今回は職場でのあなたの存在、そしてあなたがどんな風に見られているのかっていう風について見ていきました。そして最後にルノルマンカードからメッセージをもらっていきましょう。選択肢もね、心の声だよっていう風に言ってきてくれていましたね。そしてあまり無理しないでくださいねって、ソードの3番も出てるので、あなたが誰かに寄り添う気持ちがある。だけどその寄り添う気持ちの他にも、あなたが周りに気を使えば使う分、実はあなた自身も繊細な心を持っているのかもしれません。だからこそ自分の心にもっと優しくいてくださいねって、そういうメッセージも込められているかなと思います。ルノルマンから1枚もらっていきましょう。より調和を表すカードです。はい、優しく調和していきましょう。決してね、あなたが周りと調和していないっていうわけではないんです。すごく綺麗な心を持っているからこそ、自分の気持ちを見せるのが怖いとか、職場とプライベートを分けていて、職場は職場でっていう風に思ってるかもしれないし、できるんだったら職場内では円滑な人間関係でいたいなっていう風に思ってると思います。その美しい心を守っていきながら、少しずつ見せていくんだよっていう風に言われていますね。高度なテクニックかもしれませんが、あなただったらできるよ、なぜだったらあなたは賢いからっていう風に言われてるんですね。どっちも持ってるんです。純粋な気持ちと、すごくね、清らかな気持ちと、頭の回転の速さと、どっちも持ってる。そして情熱もある。なので全部自分のことを見せよう、知ってもらおうっていう風に思わなくてもいい、無理はしなくてもいい。ただ少しの優しさとか、自分の思ってることを少し伝えていくだけで、ぐっと世界は広がっていきます。そしてあなたが望んでいるのは、このように調和の世界なんじゃないかなと思います。すべてがバランスよく整っていて、穏やかな職場とか和やかな雰囲気だったりとか、そしてかつ自分が仕事をしていて、あまりストレスを受けないような人間関係や仕事の内容っていうのが入ってきています。
それらをあなたは手に入れることができる。それぐらいの才能、今溢れている才能があるので、それを拾って、そしてうまく生活に落とし込んでいくと、もっと才能アップにつながっていきますよっていう、そういうメッセージが入ってきていました。ぜひこちらのメッセージをお受け取りください。今回は職場でのあなたの存在や、もし噂があったらどんな噂っていうこととか、より自分の存在感をアップしていくためにとか、より才能開花へ向けてっていうメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメントでチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは職場でのあなたの存在について見ていきます。あなたは周りからどんな風に、どんな存在として見られているのか、またもし噂が立っているとしたらそれはどんな噂なのか、そして職場でのあなたの評価っていうところを見ていきます。よろしくお願いします。では早速今回タロットとオラクル組み合わせていきながら見ていこうと思います。そして最後にヌヌマンカードからもメッセージもらっていきながら見ていこうと思います。カード切っていきます。最初はあなたは周りからどんな存在として思われているのか、職場でのあなたの存在感とは一体何なのかっていうのを見ていきます。その後に噂、気になる噂、どんな風に噂されているのかっていうのをもらっていって、そして総合的に会社、社内とか職場とかお仕事関連でどんな評価を得ているのか、それらを見ていきます。まずはこちらのカード、どんな存在ですかっていうことで、ソードの7番のカードです。一人で頑張る人とかそういう感じがします。もしかしたらフリーランスで今一人でやってますよとか、そういう感じもしますね。そしてこれが噂ですね。どんな噂があるのか、そしてこちらが総合的な評価っていうことで2枚出して、もう一度切り直して、そしてアドバイスカード1枚出していきます。そして今のあなたの、存在として何かこう本音をなかなか言わないなっていう風に思われているような感じもしますし、一人でずっと残業して頑張ってるな、頑張り屋さんだなっていう風に思ってるかもしれない。そしてソードの7番っていうのは賢さを表すので、すごく頭の回転が速い人とか、作戦考えるのが上手な人とか、切り込み上手とか、そういうことも伝わってきます。ここに1枚カードを補足します。このカードを補足でもらって、そしてアドバイスカードです。アドバイスカードここに置いておきます。はい、ではこの補足のカードを見ていきましょう。スターのカード、近寄りがたい人っていうのが入ってきます。すごくいい意味で憧れていますって、背中を追いかけている。そして手を伸ばしたいんだけど気軽に話しかけられないとか、仲良くなれない。すごく輝いているから、あなたが職場の中のスターですね。人気がある、隠れファンが多いっていう感じです。このソードの7番があるので、あなたがすごくクールでかっこよくて切れる存在ですごく素敵。多分ファッションとかもすごく素敵なんですよ、個性的で。そして憧れていて、同性だけど憧れの先輩っていう風に慕われていて、でもそれを表に出せない。なぜだったらあなたが一人を好むような傾向があるから。でもすごく輝いているから、あなたの輝きは周りの注目を集めています。この2枚と、あとはですね、こちらのオラクルカードと合わせて見ていきましょう。オラクルカードの方は、ハーモニーという調和を表すカードです。はい、でも調和してるよっていうことと、そしてこちらトランプからは9番のカードですね。この辺りからあなたはどんな存在なのっていうことを見ていこうと思います。まず自分も周りも輝かせる人っていう、この輝きのスターのカードがね、それを物語っています。あなたは努力を重ねて自分の道を切り開いてきたのではないかなと思うんです。職場では自分をしっかりと持ちながら、丁寧で美しい仕事ぶりが目を引いています。あなたの落ち着いた存在感と、そして仕事を楽しむ余裕が周りに良い刺激を与えています。調和を生み出す癒しの存在。
ということで、これですね。あなたは職場の雰囲気を明るくし、調和を生み出すことができる心優しい存在です。もしかしたら職場で少し意見が合わない時やギスギスした雰囲気を感じることもあるかもしれません。でもあなたはそんな状況に流されず、思いやりの心を持って接することができます。周りがねギスギスしてるなっていうふうに思ったら、一線引くんじゃないかなと思うんですね。自分を守るためにとか、自分は関わらないようにしようとか、井戸端会議っていうんですか、陰口大会とかには自分は参加しないっていうふうに決めてるとかね、だと思うんですね。そうやって自分の調和も図るし、周りの空気感も読む、そういう力があるんだと思います。相手の気持ちに寄り添いながらじっくりと話を聞くあなたの姿勢、それは周囲に安心感を与え、穏やかな空気を生み出します。休憩時間に仲間と何気ないおしゃべりをしたり、感謝の気持ちを伝えたりするだけでも、職場は明るく働きやすい場所になっていきます。あなたは職場の癒しであり、みんながほっとできる存在、そして憧れの存在。あなたの周りにはいつも穏やかな空気が流れているでしょう。危険なことは察知して回避する力もあると思います。じゃあ、どんな噂が立っていますかっていうことで、こちらのタロットとジプシーで出しています。まずジプシーから見ていきましょう。ジプシーのカードはメランコリーという憂鬱を表すカードですね。そしてタロットの方は、ディスクのプリンセスはページなので、ペンタクルのページのカードです。マニフェステーション、この2枚ですね。ちょっと心配性っていう風に思われてるかもしれないです。でも頼りになる人とか誠実な人っていう印象ですね。もし噂が立てられてるとしたら、このメランコリーっていうのは憂鬱の他に心配性っていうのがあるんです。気が気じゃないとかね、気が気じゃない、気が落ち着かないってことですね。そしてうろうろしちゃって、なんか心配しすぎちゃって疲れちゃうとか、そういうことです。あなたは仕事に対してすごく真面目。ここにペンタクルのプリンセスページのカードが出ているので、物事を深く考える傾向があるのではないでしょうか。そして周りから、あの人いつも何か悩んでいるのかなとか、少し心配性なのかなと噂されているかもしれません。時にはあなたの真剣な表情が機嫌が悪いのかなと誤解されることもあるかもしれないですね。しかしそれはあなたの責任感の強さや細やかな気配りの裏返し。あなたはどんな小さなことでも見逃さず最善を尽くそうと努力します。だからこそ周りからは、あの人に任せれば安心だ、どんな問題もちゃんと考えてくれると頼りにされているのです。あなたの心配性に見える一面は、実は仕事への真摯な姿勢であって、周りの人はあなたの頼りがいをちゃんと感じ取っているでしょう。すごく誠実に大切に仕事を一つ一つこなしていく。テキパキこなしているように見えるけど、頭の中すっごいいっぱい考えてるんじゃないかなと思うんですね。たくさん計算してる、先を読む力もあるし、失敗した時の過程っていうのもちゃんと頭の中で組み込まれていて、最悪のパターンと最善のパターンといろいろ対応策とか同時にこう頭がフル回転しているような状態だから、自分が集中している時は結構一人で作業に集中しちゃうタイプなんです。だから少しとっつきづらいなと思われていたりとか、何考えてるんだろうとか、実は機嫌悪いのかなとか、落ち込んでるのかなっていうふうに思われたりする時もあるけど、それはあなたが集中している時なんですよね。なので普段は和やかで調和っていう力をもたらしてくれるあなたなんですが、集中している時はもう一点集中だから、その時は周りが話しかけづらいなっていうふうに思ってるかもしれない。でも輝いているからやっぱり憧れるなっていうのはあると思います。そして誠実だから、悪い噂ではないですね。だからちょっと今機嫌悪いのかな、でもね、よく知ってる人はそれはね集中してるんだよっていうふうにフォローしてくれるような感じだと思います。では全体的にあなたの評判評価っていうところを見ていきます。それはこちらのタロットとブレッシングオブラブです。ブレッシングオブラブは一途っていうカードです。そして3、太陽のカードですね。素晴らしい、評価としてはすごくいいよっていう風に、明るいですよね、太陽っていうのは。そして太陽は成功をもたらすっていう風に言われています。あなたは成功をつかみ取る人だから、邁進するとか昇格する、周りの人よりもぐんと伸びる急成長するとか、
そして大きな仕事、契約することができるとか、そういう成功を会社にもたらす人だよっていうふうに言われています。深い安心感を与える信頼の一途な存在。評価としてこれがテーマとして入ってますね。キーワードは一途、深い安心感、大きな幸せ、そして周りを大切にするとか共に成長するっていうキーワードがこちらにあります。あなたは職場で周りの人に深い安心感と大きな幸せを感じさせてくれる、そしてとても信頼される存在です。あなたは仕事に対して一途に取り組んで決して投げ出すことはしません。責任感を持ってやり遂げます。それは単に真面目というだけではなくて、関わる人たちや仕事そのものに対してお互いを大切にするというスタンスがあるからです。きっと周りの人はあなたのことをあの人に任せれば間違いない、困った時も一緒に成長できる頼もしい存在と高く評価しているでしょう。あなたの誠実さと一途さが職場の揺るがない信頼と、そして成功を築き上げているんです。大きな成功をもたらしたことがあるんじゃないかなと思うんですね。あなたが誠実に頑張ってきたからこその努力が認められた経歴があるとか、会社としての業績として残っているとか、積み重ねてきた努力っていうのが必ず形になっていると思います。そしてこちらアドバイスカードですね。カップの5番のカードです。大丈夫、あなたは一人じゃないよっていうことと、あと例えばね、自分が集中しちゃうときはどうしても周りが見えなくなってしまって、そして考え事が多くなっていくと周りが見えなくなっちゃうんですとか、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃう、それって悪いこと？いいえ、悪くありませんっていう、そういうメッセージのカードですね。それでいいんですよって。あなたはたくさん考えてます。そしてその考え気持ちがあるからこそ大きな成功をつかみ取ることができるんですよって。あなたの才能っていうのはこの成功っていう太陽のカードが示してくれています。あなたの才能は周りを明るく輝かせて、そしてあなたのいる場所に成功をもたらし、自分自身の成長と成功をあなた自身がつかみ取る、そんな大きな力を持っているんですよって。自分の才能はこの太陽のように輝くものであるっていう風にそう感じてください。だからこんな自分ってダメなんじゃないかなとか、もっとやんなきゃいけないんじゃないかなっていう風に、そんな風にね、できない自分を見るのではなくて、できている自分に集中してください。そしてウルヌマンカードのアドバイスカードは鍵のカードと棺のカードです。あなたの頑張りはちゃんと認められています。毎日頑張っていますよね。こんなに頑張る人見たことないですよっていうぐらい頑張っていますよ。そしてその頑張りがちゃんと自分の手元に戻ってくる人、あなたはそういう運気とか才能に恵まれています。しっかり努力するからちゃんと寒い冬を乗り越えられるんだよって、それを知ってるんです。身をもって知ってる。だから自分は毎日頑張ってる、頑張れるんだって。モチベーションを上げるコツも知ってるし、自分で集中できる方法っていうのも知っている。全部知ってるんだって。それがあなたの強みです。物事を解決する力を持っている。困難な時、周りがどうしようって混乱した時も、あなたの力があればそれを解決する方向へと会社ごと導くことができるんです。例えばあなたがフリーランスで一人で働いている場合でも、何かしら困ったことがあった時も、あなたは自分で解決する力を持ってるんです。それはあなたが日々努力しているから、いろんな経験や情報を身につけてるから、それがインプットされてるからアウトプットできるんです。だからあなたはこのように輝く力、才能として自分の才能個性をね、発揮できるんです。そのように言われていますね。自分がずっと頑張り続けてるからだよって。とっても素晴らしい。なので自分に自信を持って、できないことに目を向けるのではなくて、今まで残してきた業績や自分が積み重ねてきた経験っていうのに目を向けてください。そして自信を持って輝いてくださいね。大丈夫。そして選択肢のメッセージももらっていきましょう。ラッキーナンバーは9番で、ラッキーカラーはこちらのオレンジまたは赤です。はい、なんか似てますね、こんな並んでると。はい、では選択肢のメッセージです。これは真実の目っていうカードです。自分の真実の目でモヤモヤを吹き飛ばしましょう。カードのキーワードは真実、冷静、直感、洞察力、クリアな視点です。職場での人間関係や業務内容でちょっとモヤモヤすることはないでしょうか。そんな時は
あなたの心の中にある真実の目を開いてみましょう。慌てて感情に流されず、一歩引いて状況を冷静に見てみてください。例えば、あの人の言動の真意は何だろうとか、この問題の本当の原因はと考えてみる。あなたの直感は見えない真実を教えてくれます。あなたが物事をクリアな視点で見つめることで、どんな困難も乗り越えるヒントが見つかっていきます。あなたの洞察力は職場の隠れた課題を発見し、そして解決へと導く力になっているんです。あなたは職場での真実の光を照らす、そんな存在です。照らす存在ですね。なのでご自身に自信を持って、そして自分は優れた才能があるんだっていう風にこの太陽のカードが教えてくれているので、自分に自信を持って進んでみてください。今回は職場でのあなたの存在について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは職場でのあなたの存在について見ていきます。職場にとってあなたはどんな存在、そして噂を立て慣れているとするんだったら、それはどんな噂？総合的にあなたは会社または職場とか仕事関連についてどんな評価を得ているのか、ここをタロットカード、オラクルカード、ルノルマンカードを合わせて見ていこうと思います。よろしくお願いします。ではタロットカードを、1枚ずつ開いていきながら見ていこうと思います。まずは職場でどんな存在として映っているのかで1枚、そして噂があるんだったらそれはどんな噂か、それを1枚、そして全体的な評価として1枚、アドバイスカードも切り直して1枚出していきます。どんな存在ですか？それがこちらですね。ソードのキングです。そして噂を立てられているんだったらってことで1枚と、こちらが総合的な評価ということで1枚、そしてもう1回切り直していってアドバイスカードです。ソードのキング、聡明な人とかリーダーですよね。キングのカードなのでリーダー的な存在、例えばまとめ役だったりとか、実際にリーダーをしているよっていう方もいると思うんですが、もしリーダーじゃなかったとしても、あなたのその率先する行動力とか勇気とか決断力っていうところでいいなっていうふうに思われてるんじゃないかなと思います。即断即決、決めて動いたことに間違いはないっていう、そういうタイプだと思います。アドバイスカードももらっていきました。そしてあとはですね、どんな存在っていうのをこちらのカードで見ています。この2枚で見ていますので開いていきましょう。こちらのカードが、こちらは努力っていうカードですね。努力する人って、努力して掴み取る人ですね。あとはトランプのカード、この8番っていうカードです。この8はラッキーナンバーとして捉えてください。新しい風を運んでくる人っていう風に、あなたの存在がそれを伝えてきてくれています。あなたは物事を一歩引いて見ることができる冷静な方。職場で行き詰まった時、あなたの一言がヒントになって空気がガラッと変わることもあったでしょう。柔らかい視点と自由な発想で周りを明るい方向に導く存在です。そう、あなたはこの松明の光のように周りを導くような、そう導き手なんですね。導くような人。そしてこの努力っていうカードが、あなたは情熱を燃やす努力家なんだよっていうことを教えてきてくれています。あなたはどんな仕事にも情熱を持って取り組み、周りの人に良い影響を与えることができる眩しい存在です。新しいプロジェクトやちょっと難しそうな仕事が目の前にあっても、あなたは臆することなく真剣に努力を重ねます。そう臆さない勇気を持っている。たとえすぐに結果が出なくても諦めずに一生懸命に取り組むあなたの姿、それは周りの人たちの心を動かし、自分も頑張ろうと周りのやる気を引き出しています。あなたの努力は新しいチャンスや可能性を広げるきっかけにもなります。
あなたは職場であなたのようになりたいとみんなが憧れる存在であり、あなたのその持っている熱意が職場のエネルギーそのものになっています。職場のエネルギーそのものを操り象徴するかのような存在では、もしあなたが噂を立てられてるんだったら、それはどんな噂っていうことでこのジプシーカードを出しています。でそして今回3番さんジプシーカードを最初出した時に、その1枚目がレターっていうカードだったんですね。でレターっていうのはそのままの通り、何か伝えたいことがあなたにあると、また一報やってくるっていうことで、そしてこの尋ねている内容が噂についてだったので、もっと詳しく知りたいなっていうことでもう1枚補足で引かせていただきました。それがこちらのカードで、何を伝えたいんだろうっていうことで出したのがこのカードで、このカードっていうのが、これがですね、楽しさとかおしゃべりとか人気者っていうことなんですよ。あなたってすごく慕われていて人気なんだよっていうことを伝えたいのかなっていうふうに思ったのと、あとそれがもしね、噂として何かこう言い換えるのであれば、情報を伝えてくれる人とか、あとおしゃべりが好きな人っていうのも入ってくるんですね。周りを和ませて注目を集める一方で、おしゃべりが多いかな、話すのが多いのかなっていうのも入ってきます。でもう一つこちらがワンドのクイーン、めちゃくちゃ魅力的じゃないですかっていう風に入ってきましたね。あなたってすごく魅力的っていう風に入ってきましたね。やっぱり楽しさの方が強いのかな。おしゃべりも好きですよね。そういう風に入ってきます。話してると和むんだとか、明るさ元気をもらえるんだって、そしてレターのカードが出てるってことは、それを強くあなたに言いたいんです。だから噂話で収めるんじゃなくて、直接あなたに言いたい人たちがいるんじゃないかなと思うんです。複数人の方があなたに恋愛的感情を持っている可能性もありますし、ここまで強い意志を持ってね、伝えたいっていうことは、あなたから元気をもらってるよだけではなくて、ファンレターを出すかのようにね、あなたを慕っていますとか、いいなと思ってるんですとか、一緒にいて楽しいですってついてくる人がいるってことなんですよ。なので恋愛的な感情を持っている方もいるかもしれないなっていうふうに思いました。そして噂ってありますかっていうと、ちょっとおしゃべりかなっていうところはあるんですが、でもすごく魅力的で場を明るくしてくれる人気者っていう風に噂されてると思います。なので遠巻きであなたを見ていて、すごく魅力的な人がこの部署にいるんだってって、すごく明るくておしゃべり上手なんだよみたいな感じで噂になってるような感じ。あなたは職場でコミュニケーションを活発にとっていて、場を明るくする存在です。もしかしたら、あの人いつも楽しそうに話してるなとか、ちょっとおしゃべりなんて噂されてるかもしれません。時にはあなたの気さくな話しぶりが周りの恋愛対象の方々ですねをドキドキさせてしまうこともあるかもしれません。しかしそれはあなたの明るさや社交性がそうさせているのです。あなたは職場にポジティブなエネルギーをもたらしていて、みんなの気分を盛り上げることができます。また盛り上げるのが好きなんじゃないかなと思うんですね。周りの人たちはあなたの明るさや楽しい雰囲気を求めています。あなたがいると職場の雰囲気がパッと明るくなる。話していると楽しい気持ちになるからついつい引き込まれちゃうと、あなたのムードメーカーとしての存在はとても高く評価されています。すごく明るくてムードメーカー的な存在、そして人気者っていうのが入ってきます。では職場でのあなたの評判、総合的な評価っていうのはどうかなっていうふうに見ていきましょう。それがこのブレッシングオブラブ、このカードからはコミュニケーションっていうカード、そしてタロットからはワンドのキングですね。すごく情熱にあふれたリーダータイプですね。自信を持って進めてもいいんじゃないかな、あなただったら間違いないとか、職場に情熱の火を灯してくれる人、かつ冷静的に判断もしてくれるから、どっちも持ってるんです。情熱と冷静、分析力と行動力、どっちも持ってるので、それをうまく活かしてあなたは仕事ができる人っていう風に評価されてるんじゃないかなと思います。そしてコミュニケーションの達人ですね。このカードのキーワードはコミュニケーション、気持ちを伝える、共感する、興味を持つ、アクション、行動を起こすということです。あなたは職場で人と人との心をつなぐことができるコミュニケーションの達人です。自分の意見や気持ちを相手に分かりやすく伝えるのがとても上手なあなた。
また相手の話に興味を持ち共感する姿勢というのは、周りの人にこの人には何でも話せるとか、話していて楽しいと思わせています。きっと職場の皆さんはあなたのことを、あの人がいるとチームのコミュニケーションがスムーズになる、いろんな人の意見を求められると高く評価しているでしょう。あなたは職場の潤滑油であり、みんなが気持ちよく仕事をするための大切な存在です。そしてこのコミュニケーション、このカードからラッキーカラーブルー、ラッキーナンバーを8番と捉えてください。青いカラーを身につけてください。そしてこちらアドバイス1枚ですね。ムーンのカードです。ミステリアスとか、自分が不安、先行きが見えないとか、そういう時あなたはどうするのか。周りが暗くなった時に明るく火を灯す力を持っている。そして自分自身がもし火が灯せなくなったら、モチベーションが低くなったら、迷ったらどうなるってことなんですけど、その時には逆にあなたを助けてくれるチームがいるよって、周りの人がいるよ、だから周りに頼ってね、あなたは一人じゃないよ、そしてあなたは自分で思っている以上に動ける人なんです。周りのことを機敏に察知し、雰囲気をね察知して場を和ませ、明るくし、そしてもっとね動けるんです。それは能力的にもそうだし、行動範囲とか仕事量とかももっとできる人なんですよね。だから自分にセーブかけなくてもいいよ、自分ができるところまでやってみて、高みをどんどん目指していってもいいよ。それに伴ってあなたの魅力はより開花されて、ますますファンが増えちゃうかもねって、そういうメッセージが入ってきています。そして自分が落ち込んだ時は必ず周りに手を差し伸べてくれる人がいるし、そして自分自身もね自分のことを盛り上げる、そんな力を持っています。なんか落ち込んでるからもうなんか仕事やだなとかって思う日もあるけど、でも立ち直る力持ってるんですよ。例えば寝たら忘れるとか、嫌なことあったらリラックスする時間を自分で自然と設けられてる、そういうことができる人、自然とできている人、いつまでも引きずらないとかね、うつうつした気持ちを引きずらなくてとか、パッて切り替えることができる。もちろん何日も落ち込む時もあると思うんです。だけどその中でも自分をうまく立ち直すことができる人、それがあなたの才能です。1枚指輪のカードです。契約とか、あとオファーとかもあるかもしれないなって。硬いんですよね。硬い契約とか、結婚一生ねあなたができるようなお仕事に就けるとか、職を手につけるとかってこともそうだし、自分にはこの道だっていうふうにあなたが信じて、この道で行こうみたいな、例えば美容師になって自分でお店持つぞって、そういう夢を掲げてやっていて、ちゃんとそれを形にすることができる、それがあなたの能力。そしてこの人気職っていうのが入ってくるので、人気があるってことは人気職、目立つようなお仕事だったり、人前に立つようなリーダーシップを発揮するようなお仕事なんだと思います。そして指輪のカードっていうのはあなたに大きな契約ごとをもたらしてくれます。だからあなたが例えば一人で働いている、フリーランスで働いているんだったら、あなたにだからこそ任せたいっていうふうに言われて、大きな仕事、大企業から契約持ちかけてもらうとか、スカウトされるとか、声がかかるってこともあるかもしれません。持ち前のコミュニケーション力で周りを魅了し、そしてあなたが大きな契約を結ぶんですよね。そういうことが言われています。では、こちらのお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。このメッセージは言葉というカードです。魔法の言葉で心をつなげよう。カードのキーワードは言葉の力、共感、感謝、表現、温かさです。あなたは日頃どんな言葉を使っていますか？あなたが発する言葉には周りの人の心を動かす魔法の力があります。例えば、〇〇さんいつもありがとうございます。すごいね、そのアイディア、素晴らしい。何か手伝えることはありませんか？など、ポジティブな言葉を意識して使ってみましょう。ほんの一言でも相手の心に温かさや喜びを届けることができます。あなたの言葉には職場の人間関係をより豊かにし、チーム全体の共感と協力を生み出します。あなたの感謝や褒め言葉は職場の雰囲気を明るくし、みんなのモチベーションを高めるでしょう。あなたは言葉の力で職場に温かいメロディーを奏でる存在。さあ、今日からあなたもこれらのメッセージを胸に職場での新しい自分を輝かせていきましょう。
あなたの存在が周りの人たちにとってかけがえのないものになることを信じています。あなた自身も自分を信じる、周りもあなたを信じている。すごいですね。こうやってソードのキングとワンドのキング両方出てきて、どっちもできる才能あるよって、中には2つのお仕事を掛け持ちするっていう方もいるかもしれない、どっちも成功するってね、そういう方もいるかもしれない。かなり注目を集めるようなお仕事だと思います。そしてクリエイティブなお仕事をされている方はすごくそれが適直だよっていう風にも教えてきてくれています。はい、ということで、自分の言葉が魔法の言葉、自分が誰かに伝える情報や言葉っていうのはすごい力を持ってるんだっていうことですね。それが才能の一つだと思います。今回は職場でのあなたの存在について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。職場でのあなたの存在、そして噂、評価っていうところについて見ていきました。そしてリーディングの最中にあなたの隠れた才能だったり、もともと持っていらっしゃる魅力やこれから開花する才能などについてもお伝えしていきましたので、ぜひ参考にしてください。はい、今回はお仕事リーディングとなりました。周りからの、あなたの存在感っていうところをテーマにしました。では今回はルノルマンカードから共通メッセージをもらっていこうと思います。カードを切りながらここでまた告知をしていこうかなと思います。この度サブチャンネルをこっそりと開設しています。そこで、星から伝わってくるメッセージっていうのをお届けしていまして、そして12星座別の運勢動画もアップしています。ぜひご興味のある方はご覧いただけたらなと思います。ではルノルマンから共通メッセージをもらっていきます。こちらですね、船のカードです。さあ、新しい出発です。もし今お仕事転職しようかなって思っている方は転職基地だと思いますね。新しいスタートっていうのが入ってくるんです。今までのところから環境を変えて今スタートするんです。出発です。違うところへ向かうんです。目的を持ってそこの目的地へ向かう。つまりあなたが今こういう仕事したいなとか、いずれはこうなりたいなって、その目標に向かって進み出す時です。転職だけではなくて、今の職場で自分がこういう風になりたいんだとか、こういう成績を上げたいんだとか、目標があるんだったら、その目標に向かって行動に起こす時がやってきていますよっていう、そういう始まりを表すカードです。アクション、行動に移しましょう。思い描いている夢、理想を今行動に起こす時です。そしてその行動に起こしたことっていうのは順調に流れに乗っていくことができるので、ぜひこのチャンス逃さないでっていう、そういうメッセージを受け取りました。こちらぜひお受け取りください。転職だけではなくてね、今の職場で新しいことやってみようかなとか、仕事プラス副業を始めてみようかなっていう方も、その新しいことを始めるとか目標に向かって進むっていうのが今とってもいいよっていうふうに言われているので、それをお受け取りください。ではこちらを共通メッセージとしてお届けしていきました。またこれからも様々なリーディング動画、テーマを取り上げて行っていきますので、よろしかったらチャンネル登録とかコメントぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ちらでした。